はい、こんにちは、ゆうすけです。今回の動画では N4 から N3 くらいのレベルに向けての動画になっています。皆さん、辞書を使いながら理解できるように頑張ってみてください。今回動画で話す内容なんですが、私が YouTube していることがバレたっていうお話をしていきたいと思います。まず、誰にバレたかなんですけど、これは、大学の同級生とか、あと学校の先生ですね。教授教授にバレちゃったっていう話をしていきたいと思います。まず、ありがたいことに、私のチャンネルが今登録者17,300人いるんですけど、結構ね、大きい人数になったんじゃないかなって思ってます。だいたい YouTube を始めて1年半くらいかな。本当に中には私が最初に YouTube を始めた時から見てくれる人もいて、今日初めて私の顔を見た人もいるかもしれないんですけど、本当にみんなのサポートあってのチャンネルだと思うので、本当に感謝してます。ありがとうございます。で、YouTube を始めたきっかけは、日本語を教えたいとか、あとは私自身英語を勉強する時にいろんなことに気づいて、言語の勉強ってやり方がすごく大切だなって思ったし、こういう辞書がある動画って絶対便利だろうなって思ったから、こういうチャンネルを始めました。で、その YouTube を始めるときって、顔を出すか出さないか問題っていうのがあるんですよ。その、ほとんどの人がやっぱり顔を出したくないって思うと思います。だけど、私は自分のブランドっていうか、ユうスケっていう人間にみんな、興味を持ってほしい。私のことを知って欲しかったから、顔を出す選択肢を取りました。で、最初 YouTube 5000人、6000人くらい、すぐに、登録者がいって、で、その時はまだ友達とかにバレてなかったんですけど、1万人いったあたりから、まず、大学の、サークルスポーツをする、コミュニティがあって、それをサークルって言うんですけど、同じサークルの友達から、一つ、一枚の写真が送られてきて、その写真に私が写ってたんですよ。私の動画のサムネイルだったんですよ。で、ゆうすけがおすすめに出てきたんだけどって言われて、ここで初めてまずバレました。不思議なのが、私の動画って一番見られている国がアメリカなんですよ。アメリカの方にたくさん動画を見てもらってるんですけど、なぜか、次が日本なんですよ。なんで日本人が日本語勉強してんのって、思ってたんですけど、よくよく考えてみたら、日本にいる外国の方、そういう人が、多分日本から見ているから、日本人みたいな感じになっちゃったんだと思うけど、日本の人が動画を見ると、日本にいる人に動画が拡散されやすくなるので、それで友達のおすすめに私が出てきたんだと思います。でも、その友達は結構私のことを、頑張ってて応援したいみたいな風に思ってくれてたから、別にバレても全然恥ずかしくなかったんだけど、また最近ね、バレたっていう経験があります。This is a quick ad. Don't have anyone to practice Japanese with? We've got the perfect lessons for you. From beginner textbook lessons to real speaking practice, we create a custom lesson that fits your level. What kind of lesson would you like? Tell us in your trial lesson. Book from the description. まずなんでそもそも、隠しているのかっていうと、わかんないけど、自分の印象ね、ユースケ YouTuber らしいよっていう噂が流れた時に、みんなどう思うかなって考えたんですよ。
やっぱりユーチューバーって言ったら、もっとなんか面白いことやったり、変なことやったりとか、そういうものを想像しちゃうと思うんですね。だから、いろんな人が、「え、ユウスケどんなことやってんの？」みたいな。「変なことしてるんじゃないの？」って思われるのがちょっと嫌だった。だから、その YouTube をやってるっていうことを秘密にしていました。なんだけど、今、大学の授業で研究をやってるんですね。大きい研究じゃないです。小さい研究で、研究をどんな感じでするのか、研究のやり方に慣れましょうっていうような授業なんですけど、それでも結構ちゃんとした授業で、私の班4人いるんですけど、私たちのグループの研究のお題が YouTube のタイトルについてなんですよ。YouTube のタイトルを心理学的に、統計学を使って分析しようっていうようなことを今やっているんですね。で、なんか自分の横の人はすでにその YouTube をやっていることを伝えてたんですよ。ただ、自分の前の2人の人はまだ知らなくて。で、その YouTube についての研究をするときに、YouTube のこういう部分ってどんな感じになってるのとか、YouTube の裏側、その YouTuber しか知らないことっていうところを友達が自分に聞いてきたんですよ。で、自分は普通にいい研究をしたいって思ってたから、あ、それはこういう仕組みがあって、アルゴリズムっていうのはこうこうこうで、って感じで教えてたんですよ。そしたら、ゆうすけYouTube に詳しくないって言われて、あ、やばいやばいやばい。バレちゃうバレちゃうって思ってて、そしたら、まあ、2週間前、私大学を体調不良で1日休んだんですけど、ちょうどその日が、その授業があって、で、私の友達が、ユうスケが実は YouTuber っていうことを、班の人と大学の先生に言って、それで、みんなすごく仲いい、先生も仲いいんだけど、それでみんなにバレました。で、次の週、大学に行ったら、もうみんなに質問攻めされるっていう感じですね。どんな YouTube してんのとか、ユうスケって打ったら、ユうスケのチャンネル出てくるかなとか言われて、いやいやいや、全然出てこないよ。俺、ユうスケって名前で YouTube やってないからって言ったんですけど、ジャパニーズリスニングって調べたら、結構上の方に、マインクラフトの1話目の動画が出てきて、で、こうスマホにすられて、これユうスケって言われて、はい、もう、俺の顔が映ってるから、その否定できるわけなくて、あ、そうだよ。それ、俺のチャンネルっていう感じで、はい、バレちゃいました。でも、なんか、最初の自分の印象、さっきも言ったけど、バカにされるとか、変なことやってそうって思われるかなって思ってたんですけど、実際バレたら、めっちゃ面白いことをしてるじゃんとか、日本語のレッスンやってるんだ。どうやって日本語教えてるのとか、みんなすごく気になってくれて、で、それで話が盛り上がってって、なんか応援してくれる感じの人だったから、話しても良かったって思ってます。はい。私が一番、気にしすぎなんですけど、ほんと周りの目を気にするのは良くないんですけど、最近日本で流行っているスラングがあって、冷笑系って言葉があるんですよ。冷笑系。冷笑するとか言ったりするんですけど、なんかバカにするんですよ。でもちょっと上から目線というか、難しい言葉だけど、達観して物事を話す感じ。何か頑張っている人をちょっとバカにしたりするとか、そういうのを冷笑系って言うんですけど、そういうね、冷笑されるのが、すごく嫌だし、聞きたくないから、隠してたっていうのもあります。でも1万7000人もね、登録者が
いたら、本当にみんなのおかげなんだけど、よくよく考えたら、あんまり恥ずかしくないかなって思いましたね。なので、今後は、あんまり隠さなくてもいいのかななんて思ってます。はい。皆さんどうですか？ YouTube やってる人いますか？自分が YouTube やってることを友達知ってますか？ぜひ想像してほしいんですけど。はい。こういうね、バレたっていう話を今日したかったので、どうでしたか？今回の動画は。結構ね、ゆっくり話したと思うけど、それでも難しい言葉があると理解が大変だと思います。なので、もう一回動画を見たり、動画を止めながらもう一度見て、単語の練習してほしいと思ってます。今日の動画はここまでになります。また次回の動画でお会いしましょう。いつも見てくれてありがとうございます。じゃあね。